今日の母さんの葬儀、俺仕事で行けねえわ。お前らでよろしく。電話口からはパチンコ屋の騒音が聞こえ、私はあまりの怒りに目の前が真っ赤に染まるような感覚を覚えた。兄は喪主でありながら、嘘をついて母の葬儀をドタキャンしようとしている。兄は妹の私に面倒なことは何もかも押し付けてきた。それだけならまだしも、たった一人の母の葬儀までこんなことができるなんて。プチンと私の中の何かが切れた。何があってもこの男を許さない。絶対に地獄を見せてやる。その時私は固く誓った。母さんの遺産300万円はすべて俺がもらう。すぐに振り込んでおけよ。それから2ヶ月後、兄からこう告げられた時、私は淡々と返した。わかりました。私は相続放棄します。私の名前はエミ。38歳で夫と息子2人との4人暮らし。家族仲も良好で幸せな暮らしをしているが、一つ心配事があった。それは病床にいる母のこと。お母さん、来たわよ。母の病室に入ると、母は点滴をつけたままこちらを見た。ああ、エミ、来てくれてありがとう。昔はふっくらとした体型をしていた母だったが、病魔に蝕まれてからはすっかり痩せてしまっていた。調子はどう？私の質問に母は困ったように笑ってみせた。本当は私は医師から余命数ヶ月、いつどうなってもおかしくないということを聞いていた。エミ、大切な話があるの。どうしたの？改まって。すると母はぽつりぽつりと話し出した。自分はもう長くない。だから聞いておいてほしいと。一通り母の話すことを聞いてから私は言った。お母さん、後のことは気にしないで。大丈夫よ。エミ、すまないわね。健一があんな風だからエミにばかり負担がかかって。母さんのことを負担だと思ったことなんてないわ。兄さんのこともどうにかなるはずよ。私が言うと母はため息をついた。それから思い出したように言った。そうだったわ。エミ、私のお友達の和子さんってわかるわよね。和子おばちゃん？ええ、わかるけど。和子さんに預け物をしているの。あなたのおばあちゃんから受け継いだものなんだけど、お母さんがいなくなったら、エミに大切にしてほしいのよ。わかったわ。でもお母さん、いなくなったらなんて言わないで。思わず涙声になってしまうと、母は昔してくれたように私の頭を撫でてくれた。病室を出た後、兄に電話をかける。兄は不機嫌そうな声で電話に出た。なんだ、エミか。何の用だ？兄さん、母さん、いよいよ良くないの。顔を見せに行ってあげて。なんだよ、こっちは仕事が忙しいんだ。兄は自営業で仕事をしているし、時間の融通も聞きやすいはずだ。それなのに、妻や子供はもちろん、兄自身もほとんど母の見舞いに来たことがなかった。私だって仕事はしている。それに、入院費用だって少しは手伝ってくれても。私がそう言うと、兄は電話口で明らかに怒り出した。甘えるな。人の金を当てにするんじゃねえよ。そんな風に言ったって、私たち2人の兄弟なのに。いいか？俺に頼ってくるんじゃない。お前一人でやれ。兄はそう言うと電話を切った。兄は昔からそうだった。
自己中心的な性格でお金にがめつく。大人になってからも面倒事はすべて私に押し付けてきた。子供の頃、私が貯金箱に貯めていたお金を盗み、私が文句を言うと威圧的に怒鳴られた。数年前に父が亡くなった時も、バタバタとする私と母なんて見えていないように何一つ手伝わなかった。それどころか、葬儀の費用も全く出さなかった。母がそんな兄を育ててしまったことを心苦しく思っているが、あれは持って生まれた性格だと私は思っていた。兄はそうでも、父と母、特に母は私にまっすぐな愛情を注ぎ、兄に虐げられてもかばってくれていた。そんな母に本当は安心して老後を過ごしてほしかったが、ため息をついて家に帰ると、夫と息子たちが温かく出迎えてくれた。母のことも心配してくれ、私の気持ちも少し和らいだ。それから3ヶ月後、母はとうとう帰らぬ人になってしまった。私たち家族が母の最後を見とったが、母はひどくは苦しまず、眠るように息を引き取った。家が大変な時も子供のことを第一に考えて頑張ってきた母。いつも変わらぬ愛を注いでくれた母。そんな母を失った悲しみで心に穴が開いたようだったが、夫や子供たちが寄り添って一緒に悲しんでくれた。夫が涙を流す私の肩を抱きながら言った。エミ、お兄さんに連絡しないと。もしはお兄さんになるだろう？ええ、そうね。さっきから電話をしているんだけど。兄には母が亡くなったとメッセージアプリに連絡を入れたが、それは既読になっているものの、一向に電話がつながらなかった。仕方ない。俺たちで葬儀の手配をしよう。協力してくれてありがとう。兄とは連絡がつかないので、私は夫と通夜と葬儀の手配を進めた。その間、何度も連絡をするが、兄は出ない。しかし、電話は待ってくれない。通夜の時間になり、私たちは弔問客の対応に追われた。おお、遅くなった。弔問客も途切れた頃、兄一家が現れた。ちょっと兄さん何やって。兄の後ろにいた甥っ子を見て私は絶句した。頭にテーマパークの被り物をかぶっていた。まさか。しょうがないだろ。テーマパークに行くことは前から決まっていたんだ。子供に我慢させるわけにはいかないしな。私が連絡したのは前日だったはず。母が亡くなったというのに、兄一家はテーマパークで遊んでいたという。信じられない。もしは兄さんなのよ。うるせえな。段取りはしておいたから、せめて明日の葬儀ぐらいはもしらしくやってよね。へえへ、わかりましたよ。ほら、お前たち帰るぞ。さすがに夫も驚いていたが、私は額を押さえて苦々しい顔をするしかなかった。何にせよ、明日は葬儀。母の亡くなった悲しみも言えず、ほぼ眠れずに私は次の日を迎えた。私と夫は朝からバタバタと葬儀の段取りをしていたが、約束の時間になっても兄は現れなかった。まさかまだ寝ているのかと電話をかける。するとしばらくして兄が出た。もしもし、兄さん何をしているの？もうすぐ母さんの葬儀が始まるのよ。ああ、それな。何やら兄さんの背後が騒がしい。今日の母さんの葬儀、俺仕事で行けねえわ。お前らでよろしく。背後の騒がしさの正体がパチンコ屋のものだと気づいた瞬間に兄の電話は切れた。ふざけないで。その後、何度かけても兄に電話はつながらない。
兄嫁にもだ。兄は喪主でありながら嘘をついて母の葬儀をドタキャンしようとしている。しかも嘘をついて言っているのはパチンコだなんて。兄は妹の私に面倒なことは何もかも押し付けてきた。それだけならまだしも、たった一人の母の葬儀までこんなことができるなんて。ブチンと私の中の何かが切れた。何があってもこの男を許さない。絶対に地獄を見せてやる。その時私は固く誓ったのだった。結局、葬儀は兄の家族なしで私が喪主となった。参列者の不審そうな表情が痛かったが、こうするほかなかった。母を見送り、葬儀の片付けをしていた時、不意に誰かに声をかけられた。エミちゃん、大変だったわね。振り向くと、そこには母の友人の和子さんがいた。今日は母のためにご参列ありがとうございました。頭を下げると、和子さんは頭を振り、ハンカチで目頭を押さえた。みつこちゃん、あなたのお母さんはね、いつもあなたのことを自慢の娘だと言っていたわよ。そこからポツポツと母の話を和子さんとした。二人は学生時代からの本当に仲のいい友人だった。母にこんな友人がいてくれてよかったなぁなどと思っていると、和子さんは周りを見渡してから言った。みつこちゃんに聞いていたかしら。私、みつこちゃんから預かっていたものがあるの。そういえば、母がそんなことを。後日、取りに伺います。ご迷惑をおかけしました。いいのよ。落ち着いてからでいいから。必ず来てちょうだいね。和子さんとはそんな会話をして別れた。母の葬儀の日は、こうして幕を閉じた。そしてそれから2ヶ月後のこと。夫と子供たちが出かけ、家に一人でいると、突然インターホンが鳴った。え？兄さん？開けろ。大事な話がある。兄とは葬儀の電話から会ってもいなかった。初七日や四十九日の法要もすべて私たちだけでやった。私が玄関を開けると、兄はずかずかと上がり込んで、ソファーにドカッと腰を下ろした。話って何？だいたい葬儀のことだってまだ。いいからこれを見ろ。兄がこちらに突きつけてきたのは母名義の通帳だった。どこでこんなものを？実家を探したらあったんだよ。ほら、これ。兄が通帳を開くと、そこには残高が300万円ほどと記帳されていた。これがどうしたっていうの？これは母さんの遺産だ。いいか？ 300 万は俺がもらうからな。兄はそれが当然だとばかりにふんぞり返って言う。私は淡々と返した。母さんの遺産はすべて自分のものと言いたいの？そういうこと。口座が凍結されているから、お前が手続きして俺のところに振り込んでおけよ。それに母さんが住んでた実家の家、土地もすべて俺の名義にさせてもらう。一ついいかしら？なんだ？私はリビングの隅にあるガラスケースに入った古い人形を指さす。あれは母さんが生前に私に引き取ってほしいと言っていたものなの。あれは形見として私がもらうわ。いいわね。そういえば家にあったな。あんな小汚い人形くらいならくれてやるよ。あんなゴミ持っていても仕方ないしな。わかりました。それじゃ、お前は相続放棄するんだよな。兄は恐ろしい顔で私に迫り、私は淡々と言った。ええ、私は相続放棄します。兄は一瞬、
あっけに取られたような顔をした。おそらく私が抵抗すると思ったのだろう。しかし、その顔はすぐニヤニヤとした表情に変わった。ふん。普段もそのくらい物分かりが良ければな。後で遺産をよこせと言わないように、ここに判を押せ。兄は自作の念書まで持ってきていた。私が黙って判を押すと、上機嫌で兄は帰っていった。背後で私がにやりと笑っているのも知らずに。1ヶ月後、夫と家にいると、ドンドンと玄関のドアを叩く音がした。兄だ。兄さん、どうしたの？どうしたもこうしたもあるか。これはどういうことだ？兄がテーブルに広げたのは数々の督促状だった。母さんに借金があるなんて知らなかったんだ。それも1億だぞ。悲鳴に近い声で兄が言い、私はほくそ笑んだ。あらあら、これは大変ね。あのクソババアが。そう。母には大きな借金があったのだ。もともと私たちの父は事業をやっていたが、大きな負債を残して会社を潰してしまった。その後すぐに父は亡くなり、責任を感じた母がすべて相続していた。母の実家の土地を売ったりして、いくらかは返せていたようだが、返し切るまでに母も病気になってしまった。私はそのことを病床で母に聞いていた。兄は家が大変だった時も我関せずと遊び回っていたし、母の見舞いにも来なかったので知る由もない。だからあなたは相続を放棄しなさい。何も残せるものがなくてごめんなさい。母の病床での言葉を思い出す。お前、まさかこのことを知っていたのか？だからあんなにあっさり相続放棄したんだな。兄が私に食ってかかる。知っていたら何？少しの現金に目がくらんでよく調べずに相続したのは兄さんじゃない。淡々という私を兄は睨みつけている。じゃあ、俺も相続放棄をすればいいんだよな。そうすれば借金も返さなくていいはずだ。ああ、それは無理ですね。口を挟んだのは司法書士をやっている私の夫だった。相続放棄ができるのは相続の開始があった時、つまりお母さんが亡くなった時から3ヶ月の間です。その期間はもう過ぎていますので、相続放棄はできません。まあ、エミはしっかり手続きしましたが。そんな。今度は私が続けた。それに、非相続人、つまり母さんの預貯金を自分の口座に送金したり、自分のために使ったら、その時点で相続の単純承認が成立してしまうのよ。単純承認になったら現金だけでなく、借金も引き継ぐことになるわ。もう兄さんどちらもやったわよね。くそ、せめて先にお前が教えておけば。自分でしっかり調べていれば避けられたわ。それは兄さんの責任でしょ。兄の顔は怒りからどんどん青ざめたものに変わった。つまり俺はこの借金から逃げられないってことか？そうなるわね。私がそう言うと、兄はがっくりと肩を落とし、頭を抱えてソファーに座り込んだ。要はそれだけ？もう帰ったら？私が冷たく言うと、兄は顔を上げこちらを見た。その表情は、これまでの威圧的なものとは違い、こびへつらうようなものだった。なあ、エミ、こんなの俺だけで返せるわけがない。たった2人の兄弟だろ？な、返すの手伝ってくれよ。兄の言葉に、堪忍袋の緒が切れた。自分は甘えるなと言っておきながら、
都合のいい時だけ甘えないで。あんたみたいな人間に私は絶対に手を貸さないわ。怒鳴るように言った私に兄は目を丸くしていた。これまで口答えしてこなかった妹が激怒していることに驚いたのだろう。兄さんは家が大変な時も、母さんが病気で苦しんでいても、いつも自分のことばかり。挙句の果てに、母さんが亡くなった日にテーマパーク、葬儀はパチンコでドタキャン？ふざけないで。そんな人間を誰が助けるものですか。もう絶縁よ。肩で息をする私と、ポカンとする兄。二人を見て、夫が静かに言った。そろそろお引き取りください。エミにも僕たちにも二度と接触しないようにお願いします。すごすごと兄は立ち去っていった。私は息を整えながらリビングの隅の母の人形を見た。葬儀からしばらく経って母の友人の和子さんから受け取ったのがこの人形だった。その時のことを思い出す。エミちゃん、これがあなたのお母さんから預かっていたものなの。ああ、これ、うちにあったのを覚えています。懐かしいな。古いものなのに綺麗ですよね。懐かしげに人形の入ったケースを手に取る私に、和子さんが言った。あのね、エミちゃん。それをみつこちゃんが私に預けた理由はね、私の息子が美術賞をやっていて、骨董品の鑑定もできるからなの。え？みつこちゃんがあなたのおばあさまから受け継いだそのお人形。正しくはビスクドールって言うんだけど、美術品として数百万円の価値があるわ。私は驚いて和子さんを見た。お母さんが亡くなったのは鑑定結果が出る前だったけど、お母さんもそんな予感はしていたのかもしれないわね。入院中、これだけは預かって必ずエミちゃんに渡してくれと頼まれたの。お母さん。私は人形のケースを抱いて和子さんの前で泣いてしまった。大切にするのよ。あなたのお母さんがあなたを大切にしたように。和子さんの言葉に私はうなずくことしかできなかった。今その人形は私の家のリビングで兄との決別を見守ってくれていた。お母さん、ありがとう。私、幸せになるからね。人形に向かってそうつぶやいた私の背中を戻ってきた夫が優しくさすってくれた。それから半年が経った。兄は結局1億の負債を背負い破産することとなった。すぐに実家の家と土地を売ったようだが、大した金額にはならず、調子の良かった自営業は畳まざるを得なくなり、妻も子供を連れて出て行ってしまったそうだ。今は孤独に古いアパートで暮らし、大好きなギャンブルもできなくなって馬車馬のように働いているらしい。私は兄とはきっぱり縁を切った。あれからもしばらくしつこく連絡があったが、無視しているうちに来なくなり、今は静かに暮らしている。母から受け継いだ人形は、実際に別のところで鑑定してもらっても500万円の値がついた。しかし、これを売りに出す気はない。私が母に受けたような愛を、これからは子供たちに注いでいけるように、ずーっとここで見守っていてほしいと思っている。